皆さんこんにちは、フーディーボーイです。今回の動画も予約が取れる穴場のお寿司屋さんシリーズです。昨今の高級寿司屋では、1人5万円が当たり前の世の中になってきました。そういう寿司屋では、ちょっといいワインを飲むのは夢のまた夢みたいな世界です。そんな中で今回は1万円台で食べられて、めちゃくちゃ良心的なお店を見つけてきました。それが恵比寿にあるこちらの寿司謙信さんです。新しく移転オープンされたそうで、大将がソムリエ資格も持っているので、ワイン好きと寿司好きの間で話題になっています。正直、本来は寿司とワインを合わせるのはとても難しいと思います。しかしこちらではワインと合わせることも考えながら大将自らが仕込みや調理をされているというのもあってか抜群のペアリングでびっくりしました。これはワインと寿司の両方を熟知しているソムリエ大将ならではだと思います。なぜそんなペアリングができるのか、どんな仕込みや調理をしているのか、その秘密に迫るために1日密着してきました。ワインというと敷居が高いイメージを持っている人もいるかもしれませんが、こちらで出てくるワインは有名で高いものばかりではなく、それに負けず劣らずの知られざるワインや珍しいワインも出てきて驚きがあります。ワイン好きでない人でも楽しめる動画になっていると思いますので、ぜひゆっくり見てください。すいません、こんにちは。はい。あ、こんにちは。今日よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。おはようございます。日本豊洲からずっともう10年来の付き合いをしてて。あ、そうですか。はい。和食の時からの付き合いで。和食歴はどれぐらいなんですか？寿司2年、和食18年です。和食の方が長いんですね。そうですね。その間にソムリエの資格も取られて。そうです。はい。よいしょ。うなぎ。あ、小肌ですね。これは毎日仕込むんですか？小肌は基本水曜日、日曜日以外は毎日で、あ、じゃあ大体2日ぐらい寝かして使うのが基本ですかね、うちは。僕は18の時にホテルいたんですけど、その時にお寿司屋さんが一緒に入ってて、結構忙しいと手伝い行かされるんですよ、一番1年目の時に。その時に当時寿司の会の人がいて、その人に握り方を教えてもらって、なんで体に染みついちゃったんで、割とすぐ順応は。シャリは難しいですか？米のその時の状態で全然違うんで、やっぱ毎日同じのってやっぱり無理ですね。その都度やっぱ乾燥具合でやっぱり変わっちゃうんですよね、水の水分量が。はい。これ結構僕疑問で、はい、家とかで手巻き寿司パーティーとかやると割とよく失敗するんですけど、そう失敗してももったいないから家だと普通に食べるじゃないですか。はい、お寿司屋さんだとちょっと今日シャリ失敗しちゃったなみたいなことあったりするんですかね？そこ出せないぐらいまでは失敗まではいかないですか？いかないので、それを毎日できるっていうのもやっぱすごいんですね。気持ち硬いなとかそれぐらいなんで、あとはあれですね、僕らのテンションが落ちるぐらいです米の状態が悪いと。でここから水切りするんですけど、はい、これも大体一定にしとかないと。僕はやっぱ寿司の核はやっぱりシャリだと思ってるんで。シャリはどういうシャリを目指してるとかあるんですか？やっぱこうワインと合わせる前提で考えられてたりするんですか？それもやっぱありますし、昔から新潟のコシヒカリが好きで、僕の父方が新潟出身で、おばあちゃんとおじいちゃんもともと米農家なんですよ。慣れ親しんでるコシヒカリでやりたくて、これも新潟のコシヒカリなんですけど、でもうだから余計なものはあんま足したくないんですよ。だからあと酢と塩とでも、砂糖もね必要だったら入れますけど、でも結構甘いんで基本的には砂糖今使わないで。砂糖なしで。はい。ないことが別に正義だとは思ってないんですけど。アワビですか？アワビなんですけど、今回は前菜で大豆と一緒に合わせて、今2月なんで節分意識してアワビの大山に行ってアワビと大豆を一緒に炊いてるんですけど、はい、それをちょっと前菜でお出ししてるんで。結構一瞬で綺麗になるもんですね。表面の汚れ取る程度で、この後蒸しちゃうんで、酒蒸しで。白子も使うんですか？白子も今日、はい、握りで今日は使ってます。握りで？はい。握りとか軍艦です。珍しいですね。逆に僕海外のお客様に食べさせたいって言うんで、日本の文化じゃないですか。ほぼ他の国って白子食べるとこないんで。絶対食べないですよね。でももうほとんど9割5分ぐらいのお客様は召し上がってくれますね。それが嬉しくて。海外のお客さん反応どうですか？普通に美味しいっておっしゃいますね。皆さんの初めてを持ってきるんで。北海道ですか？これは今日は北海道ですね。はい、うちの定番で出してる甘エビ。おお、大きいっすね。甘エビをいつもうちは3本漬けで。3本漬け？最初車エビとかやってたんですけど、やっぱこれもやっぱりお客さん向けが一番良くて、あとうちのシャリとすごい相性良くて、今日なんかすごい値段ですけど車エビより全然いい値段するんですけど、今日は富山って言ってたかな。3本漬けって相当結構、はいですよね。ちょっと鮮度が良すぎる時があるんで、今日も多分鮮度めちゃくちゃいいですね。しかも結構大きいのを3本漬けするんですね。大きいの3本なんで、女性も結構頬張る感じにはなっちゃうんですけど、強烈な甘さがもう、あとはワインとの相性がすごい良くて。そうですか？エビはやっぱワインと合いますか？相性のいいワインがあるんで、そこにやっぱどうしても外せない。シャリはやっぱ甘くないから合うみたいなところ。逆に、はい、甘いのと合うのかもしれないですね、そこは。はい。で昆布と酒。お酒も普通に全然飲める酒調理酒なんですけど、めっちゃ贅沢ですね。余計島根かな、確か。
確か島です。ちなみに日本酒出ることってある？日本酒も一応出ますね。昆布も一緒に入れるんですね。昆布、はい、結構炊く時にもこのままカツオは入れないんで、はい、昆布とお酒とあとは調味料だけで、大豆も一緒に炊いていくんで、この後大豆は今日一晩戻して帰って明日一緒に炊くんですけど、お酒もたっぷり入れて。昆布はどこの昆布ですか？昆布は北海道の、真昆布、強烈な旨味と香りがある昆布なんで、これは今日は握りじゃなくてお料理の方で。今日のタイは天然ですか？天然ですね。はい。どちらの？今日鹿児島の泉だと思います。それは塩水に塩水に、はい、ちょっとつけときます。でまたちょっと脱水もされてねっとりもするんで、あとはちょっと、ね、鮮度が良すぎるんでまだ透き通ってるんで。これはじゃあちょっと寝かしてからですね。翌日とか。はい、基本翌日の方がやっぱり昨日市場休みだったんで、はい、今日はもうこれとあとちょっとあるやつ使ってっちゃいますけど、ここも手つきますね今日は。確かに言われてみたら透き通ってる感じありますね。手ってやっぱ甘さがまだここから出てくるんですよ。だから一晩取った時が一番。いやもう寿司屋本当増えたじゃないですか。結構難しくないですか、寿司屋さん。いや差別化難しいですね。それでワインみたいなところもあるんですか？それもあります。で一応ソムリエ持ってたんで、なんか差別化にならなきゃいけない時にやっぱり武器がワインで、本来日本酒が僕好きは好きなんですけど、合わせた時にやっぱり驚きがあるのはワインの方が、ペアリングは。これはブリですか？三重のブリですね。三重で？三重なんですよ。これも今日はつまみで。この辺とか油すごい乗ってますね。でこれからまだ回ってくると思うんですよね。今日揚げ物で使うんでこれ。あ、揚げ物でブリ揚げるんですか？ブリ揚げてきます。それもそれで珍しいですね。やっぱでもどうしてもやっぱこの時期って使いたいものが多すぎて、どこに当てはめていくかなんですよね。すき引きって難しくないですか？すき引き僕でもフグ屋に3年勤めてて、フグの皮引きずっとやってたんですよ。これやってたんで割とすごいな。じゃあフグの調理師免許も持ってらっしゃるんですか？フグを持ってるんですよ。おお。フグも出したりすることあるんですか？じゃあフグは詳細フグってフグを年末は吸い物狩りで出したり、蒸し物で出したんですけど、やっぱトラフがちょっと値段的にコス的にやっぱ僕はあんまり3万円とかじゃなくて、トータル飲んでも食べても3万円ぐらいで収めたくて。ワインも出す店で、その価格って結構難しくないですか？ワインもだから僕ブルゴーニュはあんまりたまにしかグランバーはあんま使わないようにしてて、どっちかというとある程度手頃じゃないですけどそこそこのワインで美味しいものを僕見つけて。それめちゃくちゃありがたいですよね。新しいワインを探すのが今一番課題ですね。なかなかインプットができなくて、一人でやってたんで深海とか行けなくて、これからちょっと新しいワインをどんどん探して合うワインを。すごいですね。ブルゴーニュは今外でなかなか飲めないですね。ブルゴーニュだから最初のシャンパーニュと、あとは使ってもガメイとかボージョレー地方、やっぱピノノワール出したいんで違う地方のピノノワールを入れるように。ニューワールド系ですか？ニューワールドだったりとか、ヨーロッパの涼しいとことかのを探してます。結構メニューもじゃあワインを主軸に考えられてるんですね。メニューの構成はそうですね。結局ワインって結構強弱あってどんどん上げていくじゃないですか。軽いのから重いのに、お寿司とおつまみもそれはちょっと意識しつつ、最初にマグロ出してみたいなのはやらないわけですよね。そう本当はね、花形だからマグロ行きたいんですけど、マグロ出しちゃうともうやっぱもう赤になっちゃいますもんね。赤じゃなくてもいいんですけど、やっぱ赤になっちゃうじゃないですか。そうですよね。これは今日青柳ですね。青柳も使うんですか？今日は青柳ちょっと握りで、僕は好きなんでちょっと香りがすごい。本当は殻付き欲しかったんですけど、まだ殻付きが出てなくて、ここ火入れるんで今一旦ここ開いてるだけですね。火入れるんですね。火入れます。しっかりめに入れるんですか？それともちょっと軽く湯がくぐらいですか？ちょっと青柳ってやり方違くて、塩と一緒に火かけるんですけど。じゃないとちょっと臭みありますか？臭みとかも独特の香りあるんで。塩焼きっぽくするんですか？塩でこうやって火入れてって温めながら塩で洗うというか、もみつつ、ここで手で確かめながら火入れの感じを。熱くないですか？まだ大丈夫です。全然こうやって全部火が入る。本当だ、色が全然違いますね。色はこれだけ綺麗なんですけどね。そういう火の入れ方するんですね。もうぬめりはないですか？もう全然。もうないですね。もうここから綿とか取っていくんですか？ここからそうですね。紐も一緒に握るんですか？紐一緒にじゃないとちょっとボリューム足んないんで。貝類はやっぱワインと合わせやすいですか？貝類は割とそうですね。また塩もみをしてって感じですか？いやもうさっと洗って、もうこれで終わりです。しまって終わりです。でも正直小肌とかどうやって合わせるんだろうっていう、逆になんか小肌とかって酸っぱく締めすぎちゃったらなんかもう全然どんなワインにも合うイメージないんですよ。そうですね。そこは小肌の締め方もワインに合わせて。締め方はそこまでワインによらしてはないですけど、どっちかというとワインが寄ってますね、小肌の場合は。白子はそれ塩水につけてたんですか？塩水につけて、結構長い間つけるんですね。割とそうですね。酒は入れないんですか？
酒はこの時点でもう入れないですね。へーもうこれだけです。そんな臭みがないんですか、そもそも。これはもうないのを知れてる。綺麗ですね。ピンクっぽいというか赤っぽい色のところが全然ないですね。やっぱ血なんであれ、ない方が。でも物によっては漂白してるやつもありますけど、これは無漂白ですね。無漂白で、はい、それでこの綺麗さってすごいですね。ですね。将軍カブラです。将軍カブラでかいですね。今日はこれを蒸し物というか大物で、さっきのタイと合わせて。色もしっかり出るんですよ。綺麗ですね。昆布は、はい、味もしっかりだし。どんどんあります昆布だし。いいんですよ。美味しい。出過ぎず、このバランスが一番。あとはこう鰹節をもちょっと落ち着いたら入れて。えぐみ全然ないですね。でここで沈むぐらいまでか。この後鰹が引けるんで。一番だしを取る。これ今一番の習慣は基本このベースが炊き物とか、あとはなんだおひたしとか。本当の懐石の一番だしっていうのは血合いないやつなんですよ。そうなんですか。茶色いやつ。はい、茶色いのないんで逆にもっと澄んでるというか、こっちの方がやっぱ深みがあるんですよ。血合いがある分。あえて入れてるんですね。そうですね。煮物とかの時はやっぱこっちの方が向いてるんで。お吸い物の時は僕は昆布は水出しだけしかしないし、今は寿司屋なんでそれはやってないですね。吸い物は出さないんで。めちゃくちゃ美味しいです。香りがあるし、酸もちょっと程酸はよく。やっぱカツオの血合いとかから酸出るんですよ。それがいいですね。旨味すごい感じますね。香りだけじゃなくて。これでかぶ炊いていくんで。そういうことですね。でうち一回小肌ちょっとさらしてるんですよ。表面の油取って、酸化させたくないんで、やっぱあんまりワインと合わせた時にやっぱり嫌なニュアンス出ちゃうんで、水に入れてこう油を浮かしてるというか、油の表面の油膜を取ってあんまりやりすぎないんで味が抜けちゃうんで、表面だけ抜いて、でそこから締めるようにしてます。あくまで余計な油が落ちてるってことですか。余計な表面の油が、はい。お酢は企業機密ですか。お酒を秘密でも赤漬けですよ。赤漬け。赤酢なんですけど、そんな濃くない赤酢です。確かに色がもう完全赤酢ですね。赤酢なんですけど、そんなくどくないんで、もう酢はさっとしか締めないんで。浅締めというか。あんまりやっぱ僕も酸っぱいのシャリが結構うちの酸が特徴的なんで。そうなんですか。酸同士いっぱいいっちゃうと、ワインの入り込む余地がないですよね。ないんで、はい。ワインも結局酸じゃないですか。酸ありますね。酸のトリプルパンチみたいになっちゃうとさすがに合わないんですかね。そこはちょっと試行錯誤しながら割と微調整してますね、全部。シャリはでも酸結構入れるんですね。酸入れます。それでワインの酸とも合うもんなんですね。同じぐらいだったら多分同調はしてくれると思うんですよ、酸同士で。そこのレベリングが難しいみたいな感じですか。そうですね。しじみは普通に味噌汁ですか。しじみ最後に、はい、お味噌汁出すんで、これまた酒をこのひよき酒ですね。砂抜きしたんで、はい、出し取ってきます。出し取ってください。ここ来る人はやっぱお酒飲む人も多いでしょうから、最後このオルニチン摂取するのが最後それが一応、はい、喜ばれるっていう感じですか。そうです。肝臓いたわって最後。これはさっきのしじみが。おお、めちゃくちゃいい色。まだまだでも半分ぐらいまで詰めるんで。まだこれで。まだまだ全然、はい。こっから半分の水分量になるまで煮詰めるってことですか。はい。やば。結構早いですね。もうこれで半分ぐらいになってるんですね。もう半分やってますね。でも色が確かにもう全然違いますよね。濃いんで。めちゃくちゃ濃縮されてそうな色。これでもししだ 1.6 でしょ。これで22枚ぐらい、1日分ぐらいですよ。おお、これで1日分。これはこれはちょっと塩当てるだけです。軽く塩締めする感じですか。塩締めして、はい、かぶと後で合わせていくんで。金目鯛今日昆布締めしていくんで。金目鯛は握りですか。金目鯛握りです。鯛も金目鯛も今日おろしたてですか。金目鯛は、寝かしてます。そうなんですか。鯛はもう今日のフレッシュなのを使ってきます。ちなみになんで寿司屋にチャレンジしようと思ったんですか。やっぱりもう注目されてる業界ですし、やっぱお客様と一番近いじゃないですか。距離が割烹だと中入っちゃってるんで遠いっていうのとダイレクトじゃないですか。それが一番嬉しいことじゃないですか。しっかり自分で作り上げつつ、その作ったものをお客さんに目の前で食べてもらって、そのダイレクトの感想がやっぱり楽しいですよね。寿司屋ならではのやりがいですかね。はい。それはタイですね。寝かしたやつ。今日使うのは寝かしてあるやつですか。とこっちも足りなければ使っていくかなと思いますね。金目鯛あれですか。湯酒もします。もう現代的なんで僕はケトルで早いんで。やっぱ皮付きで握った方が美味しいから
脂が乗ってやっぱ皮と身の間がやっぱり一番脂あって美味しいんで、だから油霜にするんですね。霜して、でもあんまり香ばしい香りは今回つけたくないんで、炙りはしないですか？炙らないで、もうあとは握る時にちょっと温度上げて皮目の脂溶かしていきますね。油霜にしてから昆布締めするんですね。もう身側だけですね。まあいいことか分かんないけど、金目鯛ってそこまで味のある魚じゃないじゃないですか。油はありますけどね。味っていうアミノ酸っていう部分ではあまりないじゃないですか。だからちょっとここは昆布の香りとか味足して3時間ぐらいちょっと昆布締めにして。まあでも本来は金目って寿司ネタっていうよりかはなんか煮付けとかですよね。煮付けとか、はい。これ千葉の今日鴨川のやつなんですけど、やっぱタイとかやっぱ昆布締めにしなくても美味しいんで、する必要ないと思って寿司の時は。じゃあ、あとは僕野菜の仕込みやります。野菜、はい。じゃあな今日。これでちっちゃいですね。僕みたいな一般人からするとスーパーで普通のサイズのカブしかなかなか見ないんで。そう、このカブはなかなかこのサイズはないですよね。聖護院かぶらもこう料理された状態でしかなかなか見ないですね。和食だったら違う包丁使うんですけど、なっきりなんですけど、はい、寿司屋なんてもなんか和食もいろいろ配置があったりするじゃないですか、はい、どこ担当してたとかあるんですか？僕は最初のところでもう5年いたんですけど、ホテル一通りやらせてもらったんで、そこから東京出てきて、その出てきたところが最初のところが厳しかったんですよ。フグとカッパの店だったんですけど、東京出てきて最初の店。そこでフグを学びつつ、フグとでも普通の季節料理やってたんで、なんでもはい。このカブを使うお寿司屋さんっていうのもいらっしゃらないですよね。使うとこないと思うんですけど、あんまり和食やりすぎないようにして、極力シンプルに野菜使ったとしても基本的には魚と合わせるようにしてて、単独で野菜は使わないようにして、やっぱお寿司屋さん来たらやっぱ魚食べたいじゃないですか。なんだこの野菜はってなっちゃうんで、ここから戻してきますんで、米の研ぎ汁と一緒に、はい、これで戻してきます。もう今の時点でめちゃくちゃ美味しそうですけどね。今これは火入れてない状態なんですか？もう火入れてます。もう入れてます。今戻った状態ですね。さっきの米の研ぎ汁でそうです火を入れたんですか？はい。酒も入れるんですね。酒は、はい、酒、みりん。すごいですね。あんま測ったりしないですね。そうなんですよ。割りだとやっぱ割り以上の味出ないんですよね。あとカブが結構甘いんで、カブからかなり甘さ出てくるんですよね、後から。カブとかってワインに合うイメージが湧かないというか。でも合わせとしたらやっぱり柚子をいっぱい使っていけばシャルドネとかとは合うんですけど、結局でもこれも汁物じゃん。汁と汁ってやっぱあんまり合わせないことはないですけど、どっちかというと今日は、このカブの甘さに合わせていくペアリングします。汁というかカブとタイ合わせるんですけど、そのタイのもの自体に合わせていくイメージで今日は考えてます。何かしらはペアリングがあるんですね、一つ一つに対して。厳密に言えばね、寿司も全部10個あったら10個合わせられますけど、それやっちゃうとお客さんも疲れちゃうし、そうそう、自分のペースで飲めなくなっちゃいますよね。はい。蒸し上がりですね。これで2時間ぐらいですか？これで今日2時間ぐらいですね。結構柔らかくなるんですか？もうこの時点でも結構柔らかいですね。でももう1時間ぐらいいくともっと柔らかくなるんで、もうちょいいこうかなと思います。もうアワビのスープだけなんで、アワビと水と酒だけなんで、それでこの色が出てくるんですね。そうなんです。でこれにまた大豆入れると全然お互いが良くなるんで。大豆入れるってあんま僕は聞いたことないんですけど、日本料理だとよくやるんですか？昔からの、はい、大戦にって、要はお出汁の中にアワビが浮いて、アワビが船なんですよ。はいはいはい。で大豆が波を表してて、はい、で船に乗ったっていうお料理なんですけど、はい、カブラもいい感じです。 OK です。もう準備は完璧って感じですか？もうあとはもう最終ですね。今日のマグロはどんなマグロですか？今日は青森のミンマヤのマグロですね。じゃあメジですね。メジは今日は氷見富山ですね。メジが氷見なんですね。はい。そこ血合いの部分ですか？血合いの部分はちょっとうちはあんまりつけないので。なんかでも色味やっぱ本マグロより薄いですね、この血合いの部分も。そうですね。やっぱさっぱりしてるんで、今日はつまみの方でメジは、はい、使っていきます。じゃあマグロ4種類ぐらい出てくるんですか？マグロ今日はでもうちは大トロ出さない、中トロ、赤身で、あとメジはつまみで使ってる感じですね。じゃあ3種類ですか？3種類です。それは昆布締めしてた金目鯛ですか？はい、そうですね。2時間ぐらいですかね。今日今で3時間か。3時間ですか？はい。ねっとりはしないぐらいですか？表面はやっぱちょっと多少ねっとりはしてますけど、でも片面だけなんで、多少香りが、昆布の香りがふわっとつくぐらいですかね。昆布締めしすぎてもう芯までなんかグミみたいな感じがなんかなるじゃないですか。そう、あれはあんまり好きじゃないので、そこまでは全然いかないっていうことですよね。はい。あれはあれでいいんですけどね、ねっとりしてて、使い方によってですね。イカ綺麗ですね。今日これアオリイカです。今日アオリイカですか？
握りは何貫ぐらい出るんですか？握りはうちトータルで10貫でこれですけど、10貫結構大体普通の方がある程度お腹いっぱいになる、足りない方はちょっと追加してもらえればっていう感じで、つまみもあるんですもんね。タイムあるんで、はい、お酒も飲んでいただきたいんで。小肌それ何日目ぐらいですか？これで今日3日目です。おお。であと今日は、はい、甘エビですね。3本漬けのサバ漬け甘エビですね。赤だしですか？これ赤味噌なんです。もうずっと和食の時から赤味噌が使ってるんで、ここだけは変えずに。ね、さっきのしじみですね。なんか正直もう味噌入れなくてもめちゃくちゃうまいんじゃないかっていう。いや味噌入れなくても、はい、ちょっと和食時代のこだわりがあるやっぱそうですね。最後の締めは味噌汁でしょうと。最後の締めは、はい、海外の人喜びます味噌汁って？嫌いな人は嫌いですね。やっぱ日本人の方が一番味噌汁は喜んでいただけますね。じゃあこれで結構日本酒も揃えてるんですね。やっぱ日本酒も飲みたいよって人もやっぱいらっしゃいますか？いらっしゃいます。日本酒の場合はペアリングっていうか自由にって感じですか？はい、いよいよワイン選定ですか？ワイン今日使うのをちょっと考えてきます。ワイン選ぶのは結構直前に選ばれるんですか？直前の直下の時もあれば、お客様入ってからの時もありますし、あとはもうある程度決めといて。ある程度は決まってるけど思いつきだとかはい感性でこれかなみたいな。そうなんです、はい、どうしてもあれですよね、料理作ってから今日これ出すっていうイメージが湧いてからワインこれっていうそういう選び方ですよね、順番としては。そうですね。その日の仕入れもありますし、またお客様によっては飲んだことあるワインも結構あるんで、それは出さないようになるべく。そうなんですね。プラスあと僕はなるべく同じ国を使いたくなくて、1個のコース、フランスだったらまあ2種類3種類ぐらい使うんですけど、今日はこの辺使おうかなと思って。じゃあ結構リピートのお客さんも楽しめる感じですね。ペアリングのお客様はリピートしてくださるお客様が多くて、そうなるとやっぱ毎月来られるとやっぱ毎月ちょっとずつでも変えてないと。ワインペアリングってやっててもやっぱソムリエがいないところってどうしてもほぼ固定になっちゃってますよね、はい、ソムリエのプライドとしてはやっぱそこは変えていきたいっていうところはありますよね。やっぱお客様の目線に立ったらやっぱり違う方がいいですよね。発泡は強い。状態もやっぱボトルによっても違うんで、同じヴィンテージでもボトル違かったら味違うみたいなのありますよね。そうなんですね。シャンパーニュとかって結構顕著じゃないですか。シャンパーニュは違いますね。やっぱシャンパーニュとあとナチュール系ですかね。ナチュール系はそのボトル差がすごいですね。それは直前に飲んでみないと分かんない世界ですよね。結構赤も多いですね。赤もまだありますね。やっぱ温度感が大事なんで、今冷蔵庫入ってたんですけど、抜栓したやつはここからやっぱ適温に持っていくんで。赤はじゃあそこの後ろに置いことれいてに置いて温度上げて、ちょうど多分提供する頃にはいい温度になってるんで。ソムリエの資格を取りたいなと思ったきっかけとかあるんですか？もともとワインは好きだったんですけど、ちょっと取るのは諦めてたんですけど、僕が勤めた会社がワインといろんなジャンルのカリフォルニアワインだったり、あとはワイン居酒屋、あとワインバーで、僕がやってたのがワインと和食のお店だったんですけど、その時に社員は全員取ってくださいっていう、ソムリエを取ってくださいっていうのそで。んなとこあるんですか？はい、もう今でもコロナの時にもう全部終わっちゃったんですけど、半分パワハラですけど取らなきゃいけないのまあ結果取ってよかったなっていう感じですかね、今や。シャンパーニュはじゃあ後ほど抜栓します。直前で。まさそうですよね、はい、一番シャリと合うなっていう、例えばなんかシャリ玉だけで合もうそれはわせるとしたら。それはあるんで後ほどじゃあ。本当ですか？そうそうあるんですね。シャリに合わせてるっていうのもあるんで。なるほど、はい、じゃあ今日のワインはこんな感じでいきます。よあとはもしかしたらやりながらちょっと変わるかもしれないです。はい。炊き上がりはどうですか？炊き上がりいい感じですね。もう酢は混ぜ合わせてあるんですか？もう最初に酢をうちはもうかけちゃうんで、炊き上がりにすぐ。ボウルでもできるもんなんですね。ボウルでも吸わないですけど、お米が吸ってくれるんで全部酢を。なのでブレがないというか、分量調整しやすいんですね。ほぼ一定の味で。すごいいい香りですね。そうなんですよ、酢の。結構直前にやるもんなんですね。だいたいお客様が入る30分前に炊き上がるようにして、ここから30分後に握り始めるイメージが一番状態がいいんで、一旦これでよし。赤酢も入ってるんですか？教えません。企業秘密で。企業秘密です。わかりました余計なものは入れてないって感じですかね。極力シンプルですね。寿司は正統派で握って、でもそれに合うワインっていうのを見つけてくるって感じですか？はい、そこを目指してます。それ何巻いてるんですか？これベビーリーフと
春菊。またこれは珍しいですよね。これもまた節分なんでイワシを使いたくて、普通みんなガリ巻きとかやるんですけど、ハーブ巻きということで。確かにイワシは油っぽいので、はい、それと調和するような感じですかね。そうですね。あと、はい、ガリもちょっと入ってるんですけど、江戸川区の春菊とハーブですね。爽やかな感じですか。爽やかな感じです。で今日はシャンパンに合わせて8寸盛り合わせでございます。まず一番上の器が九谷焼の器なんですけど、今日はカリフラワーすり流しで、時計回りに白い器が節分なんでイワシを使ったハーブ巻き、ハーブとガリを一緒に巻き込んで、あと春菊ですね。春菊とはベビーリーフ巻いて、上から黄身そぼろをかけてますんで、そのまま召し上がってください。で手前がマナガツオというお魚の味噌漬けですね。西京焼きですと菜の花ちょっと添えてあります。でガラスの器が、のれそれのレモン酢、ちょっとそうめんみたいに仕立てております。で最後がアワビと大豆を使ったアワビの大仙煮という先ほど作ったお料理でございます。お好きなものからどうぞ。僕の好きなシャンパンなんですけど、ラリエというシャンパーニュの、ブランドブランですね。シャルドネ 100% 使用したイワシの巻物とか見てたらこれが飲みたくなったんで、今日はこれを選びました。まずは乾杯にシャンパーニュ、ブランドブラン、つまり使っているブドウは 100% シャルドネです。とても綺麗な酸で、酸っぱすぎず泡が強すぎることもなく、舌の上で転がるような上品な泡と爽やかで香りのいい酸です。これがハッスンとどのようにマリアージュしたかというと、カリフラワーに合わせると果実の甘みとカリフラワーの甘みが調和するようなイメージです。イワシと合わせると油を酸が洗い流してリセットさせてくれるようなイメージで、香りとしてはシャンパーニュの柑橘系とハーブの香りが余韻で残るイメージです。マナガツオは味噌によって塩味と旨味がしっかりとしているので、それを支えるような酸の組み合わせです。脂の乗った魚を酸味のパンチが効いたシャリと一緒に食べるような調和のイメージと近いです。ノレソレは確かにレモンの香りがすることで、シャンパーニュの柑橘系の香りとうまく調和しています。香りを帳消しにすることで、この繊細なノレソレの旨味を拾えるようなマリアージュといったイメージでしょうか。アワビは芳醇な磯の香りがシャンパーニュのリッチな果実味と相性が抜群です。こちらメジマグロ、上から玉ねぎ醤油、おろした玉ねぎでお醤油あえて生ネギ醤油乗っけて、上から湘南朝月とウルイ乗っけてます。皮目は炙ってるんですか？皮目は炭でちょっと香りつけてます。次はメジマグロ、炭の燻香とフレッシュな酸の香りがとても豊かなメジマグロです。その香りを玉ねぎ醤油とメジマグロの油がまろやかに包み込んでくれて、徐々に香りが馴染んでいきます。ボジョレ地方のムーランナバンというワインですね。品種だからボジョレ・ヌーボーと同じガメイン。ヌーボじゃないボジョレ。ヌーボーじゃないボジョレです。こちらのボジョレの赤ワインを合わせると、ワインの酸味とメジマグロの酸味が調和して果実味が優しく伸びていくようなペアリングです。どうぞ。先ほどの今日は三重のブリですね。でフキノトウちょっと添えてまして、で手前に、お塩と、黒七味添えてますんで、ぜひ一緒に。ワインはどっちかとイメージはウスターソース、黒七味を添えると余計ワインと相性いいんで。次はブリカツ、これは抜群に美味しかったです。見ての通り中はミディアムレアに仕上げられていて、外側はサクッとした衣とともに旨味のある油が瞬時に溶け出していき、中心は刺身らしい生のねっとりとした感じでゆっくりと油が溶け出していきます。段階的にずっと旨味を味わえるような究極のカツであり、究極のブリの食べ方ではないでしょうか。そしてこれにも先ほどと同じ赤ワインをペアリングするのですが、その時の味わいが全く異なるのでびっくりしました。先ほどは優しく同調するようなペアリングでしたが、こちらはウスターソースをかけて重ねるようなペアリングでした。程よくフルーティーで酸味のあるさっぱりとしたウスターソースで油をさっぱりと中和させるようなイメージでしょうか。そしてワインに少しスパイシーなニュアンスもあるので、黒七味との相性も抜群です。こちらがタイカブラというお料理ですね。よし、今度カブですね。次はタイカブラ。こちらはカブの甘みが強く、タイの旨みが抽出されていて、フルーティーな甘みのある日本酒と相性が抜群です。今日は黒龍の今の時期だけ出てるタレ口というちょっと薄濁りの。僕みたいにワインも日本酒も飲めるという人からしたら、無理やりワインを合わせるのではなく、適材適所で日本酒も織り交ぜてくれるのは嬉しいです。ここからは握りが出てきます。まずは金目鯛、皮ごと握られているのでじゅわっと溶けるような油を感じます。そして軽く昆布締めしてあるのでねっとりとまではしておらず、少し昆布の香りがします。最初はチャコリ from Spanish おー、大
大好き。ちょっとね今日発泡強めだったんで、最初の3回に合わせるんで、アルコールちょっと弱いんですよね。アルコールは多分 9.5 とか 10% いってないと思います。それこそこれがシャリと相性いいんですごい。これに合わせるのはチャコリ、スペイン・バスク地方の名物の微発泡ワインです。ミネラル感とキリッとした酸味があるので、酢と塩が効いたキレのあるシャリの味わいと相性抜群です。そして金目鯛に関しては昆布の香りとチャコリの青い香りがマッチしています。次はアオリイカ、隠し包丁の加減が絶妙です。ほんの少し歯ごたえを残すことでシャリとの混ざり方が完璧です。そして今度はチャコリのミネラル感とアオリイカの上に乗せた塩、そして上からかけたすだちはチャコリの酸と先ほどよりもさらに帳消しになるようなマリアージュです。帳消しになるのでイカの甘みの余韻が長く続きます。次は青柳、こちらは磯のような青柳特有の香りがとても心地よく、シャキシャキとした歯ごたえの後に甘みがにじみ出てきます。このフレッシュな味わいが爽やかなチャコリとは相性がいいですね。牡蠣の酒蒸しただしを入れて、あ、もう混ぜご飯みたいな感じにこれも今日なんです。はい、混ぜご飯なんですよ。オリーブオイルを創作なんですけど、オリーブオイルとめちゃくちゃ合いそうですよねこれ。ちょっとリゾット風に月替わりとかシーズンごとに混ぜご飯を変えてるんですけど、はい、年末は香箱ガニご飯やったりとか。本料理屋さんじゃないと思いつかなそうな発想ですね。これはそうなんです。牡蠣とシャリとネギと黒胡椒をオリーブオイルで混ぜご飯にしてます。次は牡蠣の混ぜご飯、これはもはや牡蠣リゾットですね。ワインが飲みたくなるような味付けです。これはね次の料理にはすごい合うんですけど、This wine is クレイジーさん、ベリークレイジーです。調べて出てくるんですけど、もう食ってる人たちが写真とかは全部仮面かぶってるんです。ベリークレイジーのバンダルっていうワインなんですけど、なんかめちゃくちゃワイルドな香りしません？だからもうワイルドです。牡蠣とソービニョンブランは僕は毎回合わせてるんですけど、醸造するときに大量の牡蠣の殻入れてるんですよ、この品種に関しては。それに合わせたこのソービニョンブランの白ワインはまるで牡蠣に合わせるために作られたかのようなワインで最高に相性が良かったです。そしてワイルドな野草のような香りもワインから漂ってくるため、混ぜご飯に入っているネギの青い香りとも合うようなイメージです。次は小肌、酸っぱすぎず小肌の味をしっかりと感じられるぐらいの締め加減です。これも合うと思うんで、じゃあ飲み切ってくれた人には次これ入れますんで。小肌もこれなんで、グリューナフェルトリーナのオレンジワイン、ちょっと華やかさもありますよね。あ、スパイシー。スパイシーもあるし、だからもうこれも合わなくはない、合うと思うんですよ、牡蠣とも。あ、絶対合いますね、はい、これ。それにオレンジワインを合わせると小肌の青臭さや油がギリギリ浮いてこないぐらいで、かといって小肌の美味しさを打ち消すほどではないです。小肌とワインの酸のレベルが同じぐらいに合わせられるように仕込みで小肌を調整しないとできないペアリングだと思います。次は赤身の漬け、旨味が濃厚でまろやかな味わいです。フレッシュすぎて水っぽいということはなく、程よい酸の香りが心地よく漂う上品な赤身です。それに合わせたスイスの赤ワインはすごかったです。スイスのピノですね。スイスって 98% 自国消費してて 1.7% しか輸出してないみたいなんですよ。全体の外に出ないんですよ。めちゃくちゃ香りいいですね。クラス的にはグランクリュクラスなんで優しいんですよ。スイスって全部ワイン強くはないんですけど、これもワインマグロ2貫に合わせるんですけど、マグロに寄り添う感じ。同じピノノワールでもブルゴーニュの 1,2 万円ぐらいするようなワインにも全く劣っていないと個人的には思いました。それぐらいこれだけで飲んでも完成度が高く、エレガントで複雑でパワフルな香りがあるワインです。誰でも知っているような有名で美味しいけど高いみたいなワインを合わせるのではなく、知られざるいいワインを合わせてくれるのは新しい発見があって嬉しいですね。マグロの赤身と合わせると優しく調和するようなマリアージュで、マグロの旨味の余韻は消さないけれどもワインの複雑な香りが余韻で乗っかってくるようなイメージです。次は中トロ。この中トロに合わせても相性が抜群で、今度は油の旨味の余韻にワインの香りが乗っかってくるようなマリアージュです。油を洗い流して打ち消すような感じにはならないので、美味しさの余韻に浸っている間にそれを赤ワインによってさらに加速させるようなイメージです。次は白子。臭みがなくピュアな味わいです。確かにこれぐらいピュアだと白子がソースで海苔とシャリが主役と言っても過言ではないかもしれません。これはすごい高くてセラーにも入んないし、冷蔵庫も頭出ちゃうんですけど、レモンのビオニエなんですけど美味しいんですよ。でもこれちょっと蜂蜜感ありますね。チスカもあるビオニエ、ちょっと苦味もあったりとか、はい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 、アロマティックな品種なんですよ。
そしてこれにローヌの白ワインを合わせることで、芳醇な樽の香りがバターのニュアンスを担っていて、まるで海苔バターで白子を食べたかのような味変になるマリアージュです。これだけピュアな白子じゃないとこうはならないでしょう。そして次は甘エビ。見ての通り大ぶりの甘エビが大量に乗っているので、口いっぱいにねっとりと甘みが広がります。これは誰もがうなる一品でしょう。ローヌの白ワインとは蜂蜜のような甘さのニュアンスとエビの甘みが調和するようなマリアージュです。いい感じの油。山椒をつけるんですね。山椒のさ、これ大阪の山椒で。よし。最後の寿司はなんとうなぎです。まさかの穴子ではなくうなぎで来るとはびっくりです。パリッと香ばしく焼かれたうなぎをパリパリの海苔で包んで、食感と香ばしさが最高に心地いいです。そして大量に溢れ出るタレの混じったうなぎの脂を海苔とシャリが受け止めてくれます。中井っていうメルローですね。2015年ヴィンテージ。樽をこれ間違えてシャルドネの樽で最後寝かしちゃったみたいで、普通のテストとは違うんですよ。このヴィンテージだけなんですよ、最後ラストです。でこれは多分普通のお寿司屋さんじゃ合うもんないかなと思いますね。これに合わせるのはメルローの赤ワイン。このなだれ出るような油をしっかりめのタンニンが受け止めてくれるようなイメージです。そしてパワフルな果実味がうなぎのタレと奈良漬けの甘みと調和するようなマリアージュです。このメルローの力強い味わいと合わせるには、確かに穴子ではなくもっとパンチの強いうなぎと合わせるのがいいのかもしれません。これがさっきのしじみです。そして最後にはしじみとデザートが出てきて終わりです。ありがとうございました。ありがとうございます。ごちそうさまでしたありがとうございます。今日はありがとうございます。以上が寿司謙信で出てきた全メニューでした。合計約20品ほど出てきて、コース料金はなんと18,000円です。これだけのクオリティでこの価格で出せるのは、昨今の相場を考えるとすごいと思います。そしてワインペアリングは8杯出てきて9,900円です。1杯1200円超えのお酒と考えると高く感じる人もいるかもしれませんが、ワインとしては正直かなり良心的な価格設定だと思います。8杯だと少なくともボトル1本分ぐらいは飲んでいる計算なので、ワインボトル1本をお店で開けようと思ったら9900円はむしろかなり安い方です。穴場のワインを見つけてくる幅広い知識とペアリングの技術を兼ね備えたソムリエの本領を発揮しているからこそできる素晴らしいコストパフォーマンスですね。追加しなければペアリングのドリンクも合わせて3万円を必ず切るような予算は安心感もあります。ワイン好きにはもちろんのこと、ワイン初心者だけど寿司好きっていう人にもぜひ行ってみてほしいです。そしてこのようなお店をはじめとして特別な食体験を一緒にする仲間が欲しくて、会員制のグルメコミュニティを立ち上げました。入ってくれた方は絶対に損させないので、興味ある人はぜひ概要欄を見てください。またこの動画を見て美味しそうだな、行ってみたいなと思った人は高評価をお願いします。もっとこういう動画を見たいとか、このチャンネルを応援したいと思ってくれた方はチャンネル登録もお願いします。それではまた。